はい、ドスーンと皆様どうも、ケンジでございます。本日ご紹介させていただくものはこちらですね。禰豆子112のイービルデッド2、放題だと肥料の腹技ですね。より主人公のアッシュのフィギュアになります。このフィギュアが発売されたのが少し前なんですよね。だいたい 4,5 年くらい前だったかしらね。で、これね、発売された当初、私めちゃくちゃ欲しかったんですけども、ちょっと持ち合わせの方がなくて見送ってて、いつか買えるだろうと思っていたらですね、あれよと高騰しまして、で、今じゃね、これ売ってるのも全然見なくて、だったんですけども、先日ですね、これ私ね、定価に近い価格で入手することができまして、しかも未開封なんですよね。もうめちゃくちゃ嬉しくて本日ご紹介させていただこうかなと思ってるんですけども、小さい時に見てトラウマを植え付けられた映画でもあるんですけども、小さい子に見せていい映画ではないと思うんですけどもね。さて、これスリーブ状になってるので開けてみましょう。いやー、これですよ。欲しかった。これ開けていきますよ。さあ、どんな感じだ。先ほども言ったように古いフィギュアなので、ご存知の方も多いと思うんですよね。もうね、カット。よし、では早速中身の開けていきたいと思います。ではまず頭部の方を見ていきたいと思うんですけども、演じているのはブルース・キャンベルっていう役者さんで、非常によく似てると思いますよ。劇中ね、目をグリッと見開いてるシーンが多いので、印象的にはそっちかなと思うんですけども、非常によろしいと思います。満足ですね。こちらは2つ付属する頭部パーツのうちの1つなんですけども、こっちはね、ブルース・キャンベルの特徴である大きい目、うまく捉えていってよくできているんじゃないでしょうか。最近のね、デジタルプリントを使われたフィギュアと比べると若干の見劣りはしますけども、でも全然満足ですね。私はこの頭部を使ってずっと遊びたかった。こちらは悪霊に取り憑かれたアッシュを再現した頭部パーツになります。なかなかよくできているんじゃないでしょうか。劇中ね、このシーン子供の頃めちゃくちゃ怖くて、見たその日寝れなかったと記憶してるんですよね。いやー、今こうしてみると感慨深いものがあります。この112っていうフィギュアの特徴としましては、衣装が布製なんですよね。しかもそれが非常に出来がいい。この上半身についているベルトなんですけども、これはね、劇中アッシュが悪霊と戦うことを決意して小屋に入って自作するんですよね。そのシーンめちゃくちゃかっこいいんですよね。この胸のシルバーの部分、ここにチェーンソーのスターターロープを引っ掛けてエンジンをかけるわけなんですけども、このリベットの部分とか細かく造形されている。個人的に気に入っているのがこのブーツですね。造形塗装もそうなんですけども、何よりこのレザーの質感の再現度が素晴らしい。後ろも見ていきましょう。この背中に背負っているもの、ショットガンのホルスターなんですけども、こちらもね、革の質感の再現度が素晴らしい。可動範囲いきましょう。まずは頭部外すと、よいしょ、このようなジョイントになっていまして、上はここまでで、うつむきはここまででぐるりと一周できて、ボールなので傾きもできると。肩および腕の可動はまず水平はここまででぐるりと一周できて、二の腕バイセップスは可動ありませんね。で、肘がここまででぐるりと一周回れて、手首がこのようなジョイントでこれのような可動になります。右肩の方はこの布製の服が干渉しますので、ぐるりと一周はできませんね。胴体の可動なんですけども、中素体見るとこの胸の部分と腰に可動軸がありまして、それを踏まえると後ろへは反らすのはこれぐらいで、前へはここまでかな。で、この服が干渉しますので、ぐるりと一周とかはできませんね。
下半身の可動は前はここまでかな。で後ろへはここまでかな。で股割りがここまでできて、ももロールあるんですけども、布製のズボンが干渉して一周はちょっとできづらいですね。で膝が二重でここまでで、足首後ろへはこうで、前はこれぐらいで、傾きはこれぐらいかな。若干傾き苦手かな。付属パーツいきましょう。まずは全ての元凶である死者の書。設定ではこれ人の皮膚で作られているんじゃなかったでしたっけね。中は開くことはできませんね。開かない方がいい。こちらはヘンリエッタの頭部でしょうね。リンダではありませんね。でこの目玉1個ないのは劇中ね、ポコンって飛び出して登場人物の一人の口の中にポコって入るんですけど、このシーンはね全然怖くなかったですね。笑った記憶がありますね。こちらはチェーンソーなんですけども、造形塗装ともに素晴らしいですね。血のりとかウェザリング加工が施されていて非常にリアル。付け方は手首パーツを外した腕にこのチェーンソーを差し込んであげるだけ。こちらはショットガン。劇中アッシュは取り回しが効くようにこのバレル部分をチェーンソーで切り落としてましたね。悪霊に取りつかれてしまって自ら切り落としたアッシュの右手。ケケ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 。サルバッペ。手首パーツは2種類のみで、どちらも左手。開き手と銃の握り手。でもって最後にスタンドプレート。サイズ比較。フィギュアーツ仮面ライダー新骨頂新1号とマーベルレジェンドアイアンスパイダーマンコミックバージョン。グルービー。では終わります。それじゃあね、バイビー。今回もありがとう。